子供の頃にバックトゥーザフューチャーっていう映画を見て、でその中で、主人公がスケートボードに乗ってまして、まあもうそれ見てすぐスケートボードを買いに行って、その映画がきっかけでスケートボードを始めまして、それからもうずっと夢中で何十年もスケートボードをして、ずっとスケートボードを考えて生活してるうちに、もう自然に自分で店をやるようになりましたね。ファブリックっていう名前は、たまに外人のお客さんが生地屋さんと間違えて入ってくるぐらいスケートボードと関係のない単語なんですけれども、スケートボードっていうのは使う人によって、いろんな使い方があるわけで、それの素材を売るっていう意味で、洋服と一緒の、常に肌身離さず持つものっていうことで、マテリアルのような硬いようなイメージよりはファブリックっていう柔らかいイメージで、メイクファブリックっていうので、糸と糸が絡んで紡ぎ上げるみたいな要素もありますので、いろんな人がここで出会って、いろんなラインが交差して一つのシーンを作っていくっていうような意味もありますね。うちのオリジナルのものを作る時っていうのは、自分で欲しいものを作っているっていう意識でやっていますね。デッキにしても、もうちょっとここがこうだったらなーっていうのを、製品として待っているよりは、もう自分で作ってどんどん仕掛けていっちゃおうっていう考え方で作っていますね。スケートボードはもうアメリカがもうぶっちぎりスケートシーンも、スケーターも多いし、横浜っていうのはもうアメリカから見たらもう田舎の、もうそれこそファーイーストのそのまた大都会の隣にある町っていう、スケートボードから見たら田舎の中の田舎になるんですけれども、例えて言うなら田舎のヤンキーとかは変な話、漫画とかを見てそれがそうなんだと思ってぶっちぎりヤンキーがゴロゴロいたりとか、それと同じで、横浜のスケーターっていうのはアメリカから入ってきた映像とか情報をもとに、スケートボードがこういうものなのだっていうことで、ガンガン突き詰めていくわけなんですよ。でそうすると中にはもうアメリカのシーンよりももう先行っちゃってるスケーターなどがゴロゴロいまして、想像上のものが本当だと思ってそこにたどり着いちゃってるようなとてつもないスケーターがいたりとか、もう田舎のヤンキーがバリバリヤンキーなのと同じで、もう想像以上のスケーターがいきなし現れたりする、結構ユニークな街ですね。横浜にはスケートボードの専門店っていうのがなかったので、出すなら地元に出して、スケートボードに携わっていこうかなというのがきっかけですね。編み物とかも、自分たちで、うちの嫁が編んで、こういった刺繍とかも機械ではなく手で刺繍したり、手間はかかるんですけれども、こういったワッペンとかも一針ずつ手縫いですね。全部手作りでやってますので、自分たちのファブリックのオリジナルなんですけども、お客様のオリジナルも作れるっていう風なところが結構他にないんじゃないかなとは思ってます。パークであってどんだけ一緒に楽しく滑れるかで、またその方が何が欲しいのかなとか、こういうものがあればテンション上がるかなとか、そういうのを考えてはいますけど、スケーターになりたいっていうのは、いろいろスケーターっていう概念は人それぞれだとは思うんですけれども、
とにかく滑りたいと思ったら滑っちゃった方がいいですね。やってみないと分かんないっていうとこもありますし、まず気にせずやりたいことをやっちゃう、滑っちゃう、とにかく一番最初のそういうスケートボードを始めた時の面白いっていう気持ちとかワクワクした気持ちを捨てなければ、いつの間にか周りからスケーターだねっていう目線で見られるようにはなってくると思いますね。岐阜でスケートショップをしてて、今年ちょっと亡くなっちゃった友達がパークで来る方に配ってたスケート上達へのコツっていうのがあるんですけども、そこにはもうとにかくいつまでも楽しく少年のように、ずっとおじさんになってもおばさんになってもとにかく楽しんでスケートをするように、基本がとにかく大切だっていうようなことがたくさん書いてあるので、それをお店に来た方にはもう見てもらえるように飾ってあります。スケートボードがなかったら、そうですね、小学校の頃釣りとかが好きだったので釣りでもしてるんじゃないですかね。これからも、うちはオープンした時にスケートショップオブザスケーターバイザスケーターフォーザスケーターっていうのを基本的な考え方として店をやってますので、それともう一つキープイットリアルっていう、そのままずっと相変わらずずっとそのスタンスでやっていこうかなと思っていますね。